も、ベイメットチャンネルです。本日は、ドラグーンエレベートの可能性をさらに追求。送り合いに最適な高さを、大会仕様の完全調整済みロットボールを相手に、100回戦で徹底検証してみた。先日 YouTube の投稿機能でエレベートビットの高さについて情報共有させてもらったが見てくれただろうか。エレベートビットは通常のビットよりも約 0.7mm 低く、どちらかというとローフラットに近い高さだということが判明した。エレベートビットはその低さに加え、スタジアム中央に留まりやすい特徴があり、中央は最も低くなっているため、ウィザードロットとの身長差がさらに大きくなってしまう。ということで本日はドラグーン E での送り合いには60で低い位置からのアッパー攻撃で相手の体勢を崩す方が強いのか、70で高さを合わせて回転吸収力を高めた方が強いのかを、私のドラグーンに相性のいい160と960に加え170と970の4つのカスタムで徹底検証していくぞ。今まで数多くの検証に使ってきたノーマルカラーのウィザードロットは手持ちの中で2番目にバランスのいい個体だったが、先日リアルバースト、通称リアバしてしまったこともあり、今回の相手は手持ちの中で一番バランスのいい個体を調整によってさらに性能を高めた大会仕様のウィザードロット 160B で検証を行っていく。今後の大会で軸ブレの少ないドラグーン E が相手の場合、私の大会用ロットボールで対抗できるのか、逆に軸ブレを抑え高さも最適なドラグーン E なら調整されたロットボールにも勝つことができるのかという個人的な調査も兼ねた検証になっているが、大会に出るブレーダーのみんなにも参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってくれ。まずは160。もともと変重心になっているブレードと組み合わせることでブレを軽減することができるラチェットだ。ウィザードロットと高さを比較するとドラグーンの方が低く、相手の体勢にもよるが、基本的にはアッパーバの部分で回転力を吸収することになるだろう。160は私のドラグーンと最も相性が良く、前回の検証では 64% という最も高い送り合い勝利率を叩き出した。しかし今回の相手は完全調整済みのロットボールのため、前回のスコアよりも落ちるのか、もしくは送り合いに相手のロットボールの性能は関係ないのかも検証していくぞ。25戦やってみた結果は、ロットボールは17ポイント、160は15ポイント、送り合い勝利率は 21% という結果となった。続いては170。公式では発売されていないが、今回の検証のために既存のパーツを組み合わせて特別に作った違法ラチェットだ。分解、改造は禁止されているので、あくまで高さと回転吸収力の関係を調べる今回の検証のためだけに使用するぞ。健全なブレーダーは絶対に真似しないよう注意してくれ。変重心という特徴は160と同じだが、高さは 1mm 高くなり重量も重くなっている。ウィザードロットとの高さを比較すると 1mm 高くなったことによりブレードの位置が揃っていることがわかる。60のアッパーバでの吸収よりも70の側面全ての凹凸を使った吸収の方が優れているのかを検証していくぞ。
25戦やってみた結果は、ロットボールは18ポイント、170は14ポイント、送り合い勝利率は 24% という結果となった。続いては960。攻撃、防御、スタミナすべてに優れた人気の高いラチェットだ。こちらも160同様、アッパーバーを使っての回転吸収を狙っていく。前回の検証では、送り合い勝利率は 60% だったが、完全調整されたウィザードロットを相手にどこまで戦えるのかを検証していくぞ。25戦やってみた結果は、ロットボールは18ポイント、960は11ポイント、送り合い勝利率は 24% という結果となった。最後は970。現状フェニックスラダーデッキセットでしか手に入らない入手難易度が高めのラチェットだ。980ほど防御力を下げることなく、960の良さを持つラチェットのため、活躍できる場があればぜひ採用したいラチェットだ。170同様、ロットボールの高さに合わせることで吸収力向上を狙っていくぞ。100戦やってみた送り合い勝利率は、160は 21%、170は 24%、960も 24%、970は 37% ということで、1枚刃、9枚刃ともに、70の方が送り合い勝利率が高い結果となった。通常であれば重たいラチェットはヒットにかかる摩擦抵抗が高まることとレイが内重心になってしまうなどの理由から持久力が低くなる傾向にあるが、それを覆すほどエレベートビットの低さと70の高さの相性が良かったのだろう。3on3 デッキで70の採用率はそこまで高くないと思うので、パーツかぶりを避けられる有益な情報ではないだろうか。ということでドラグーン E は70での調整をお勧めするぞ。しかし全ラチェット共通で完全調整されたロットボールに勝ち越すことはできない結果となった。調整のレベルによってここまで差が出ることがわかると、あまり調整に自信のないロットボールを使うブレーダーにとってはドラグーン E は天敵となるかもしれないので注意が必要だ。逆にウィザードロットをしっかりと調整できているブレーダーは自信を持ってワンベイに挑んでいいだろう。大会でドラグーン E をワンベイに採用したいと考えているブレーダーはバランス調整は必須になりそうだ。さらに他の対戦にもしっかりと目を通し、調整されたウィザードロットが対戦相手になる可能性がある場合は、別のベイに変更することも考えた方がいいかもしれない。ドラグーン E は今の環境に変化をもたらす、面白くかっこいいカスタムなので、みんなもしっかりと調整して大会で使ってみてはいかがだろうか。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。